ルゴ様への打診は、少し早まったのではありませんか。オルド副団長。あの方は実直だ。下手をすれば、その場で切り捨てられていた。反応は想定通りだ。即座に私を切らず、警告に留められた。だからこそ、あの方は王にふさわしい。情と理の天理を正しく持っておられる。しかし、ロゴ王のお耳に入るかもしれないではないか。もし陛下が我々の動きを察知すれば。それも想定内だ。というか、すでにご存知だろうな。どうせゾロが放った日程の手先がそこら中で聞き耳を立てている。ならばなおさら、謀反の疑いありと断じられ、我らが一斉に逮捕されるようでは、大義を果たす前に全てが灰になるぞ。落ち着け。我々は何も行動を起こしてはいない。ただ、この国の行く末を憂い、言葉を交わしているだけだ。内心の自由まで縛るほど、我が王は強量ではない。飛行、まさか大それたことを考えているわけではあるまいな。アンボイスへの憎しみは我らも同じだ。だが、騎士団を再び壊滅させるような振る舞いだけは、断じて看過できぬぞ。安心したまえ。無謀な放棄など、私の秩序にはない。私は国を混乱させたいわけではない。むしろ、混乱を避けるためにはどうすべきかを考えている。急がずとも、その時は必ずやってくる。早いか遅いかは、神のみぞ知る領域だ。だが、いざその時が来たならば、共に行動を起こそうではないか。開国の浮上、あの忌まわしきアンボイスの地を、今度こそ根絶やしにするために。ロゴ王亡き後は、あなたが王になるべきです。イルゴ様。イルゴ様ってば。おう。なんだい、サロ、急に大きな声を出して。急じゃないですよ。さっきからずっと上の空で、また、どこかの可愛い女の子のことを考えていたんでしょう。いや、違うよ。違う。仕事のことさ。騎士団の、予算とか、新型銃の配備計画とかで。一応真面目に騎士団長をなさってるのね。当然さ。俺を誰だと思ってるんだ。はは。いいですか。今度浮気なんてしたら、もう絶対に許しませんからね。二度と口を切ってあげないんだから。あれは浮気じゃないってば。なんていうか、そう、脊髄反射、生存本能みたいなもんだ。何それ、意味わかんない。息を吐くように他の子を口説いて。女性を見ると、とりあえず良いところを見つけて褒めなきゃっていう。騎士としての使命感というか、サービス精神。その割には、私のことは、ちっとも褒めてくれないくせに。そんなことないだろう。そんなことあります。この前、町の女の子に言ってたみたいに、朝露を含んだ花びらのような瞳だ、なんて。私に言ってくれたこと、一度もありませんけど。そうだって。そうです。まあ、いいですけど、私にはそんな大層な例えができるほど褒めるところがないのは分かってますから。いや、それは違う。違うぞ、サロ。君には長所しかない。そうやって住めるところも含めてね。じゃあ、なんで褒めてくれないんです？それは。あんまり深く考えたことなかったの。やっぱり、そんなものってことですよね。いや違う。ちょっと待て。今から本気で自己分析するから。自己分析？俺さ、女の子へのおべっかって、実はあんまり頭で考えてないんだよ。景色を見て、綺麗だな、って思うのと一緒で、考えなくても勝手に口から滑り出てくるっていうか。最低ですね。そう言うなよ。もう癖になってるんだから。でも、確かに、サロにはあんまり言ってないかも。ほら、やっぱり。でもそれは、そうか、考えるからだ。どういうこと？サロに言うことは、俺、ちゃんと一文字ずつ、頭で考えてるんだよ。君に対してだけは、嘘をついたり、
安っぽい言葉でごまかしたくないんだ。つまり、つまり、そうか、わかったぞ。イルゴ様。俺、サロのこと、本気で好きなんだ。サロ、今まで気づかなかった。許してくれ。君は、俺の運命の人だ。俺と、結婚してくれ。カタリナ、改めて教えて。アニマツリーとリンクできる条件について。ゾロという稀な例外を除いて、なぜ私たちアニム戦だけがその声を聞けるの？単純な個体の精神感応性の数値の問題です。あなた方は遺伝子レベルで他の種族とは比較にならないほど感応力が高い。特に性染色体が女性である個体により顕著な傾向が見られます。感応力が高いから、リンクの負荷に耐えられる。それだけ。さようです。膨大な情報量に耐え、脳が焼ききれないための器の強さ。それがアニムセンという種族です。じゃあ、ゾロのような例外は、これからも現れる可能性があるのね。私たち以外にも、アニマツリーの声を聞けるものが。彼の場合は、極めて特殊な事例です。もともとの素養に加え、前任者の精神的な干渉により、無理やり感応力を引き上げたことで成功しました。無理やり？そんなことができるの？あなたでも実行可能です。ただし、失敗すれば死に至らしめるリスクが極めて高い。失敗すれば殺してしまう。もし純血が途絶えることをそれほど危惧されるのであれば、思考してみてはいかがですか？多少の犠牲で時代の器が手に入るのであれば合理的です。そんなことできるわけないでしょう。であれば、もう一つの選択肢。すでにリンクの実績がある個体同士を掛け合わせ、血統を固定するのが最も確実です。例えば、あなたと、もういいわ。どちらの手法を選ばれようと、我々にとっては単なる変数の変動に過ぎません。ご検討を、兄。結婚って本気ですか？騎士団って確か独身制だったはずじゃ。だからあなたも適当に遊び回っていたんでしょう。そんなもん、俺が騎士団長の話を受けた時に廃止させたよ。そうなの？ああ、ずっと団長不在でさ。当時団長代理だったオルドから、どうしてもイルゴ様に団長になってほしいって言われた時に条件を出したんだ。家族を捨てろなんて時代遅れの掟は廃止する。それができないなら、俺は平騎士でいい。ってな。そしたら、あいつ、それで構いません。って二つ返事で承諾したんだよ。そうか。あいつ、あの時から。だから。どうしたの？いや、なんでもない。とにかくさ、サノ、剣を振るう人間だからって、愛する人や家族との絆を断つなんて、土台無理な話だろう。そうですね。でも、騎士団の規律は厳しいと聞いていたから。騎士団を作ったラーゴさんだってさ、ちゃんと好きな人がいて、その人をずっと手元に置いてたんだぜ。へえ、そうなんだ。結局、そういうもんだよ。人間なんだからさ。無理なことを強制するなんて、馬鹿げてる。愛する人がいるからこそ、守ることができるんだ。そう思わないか。ふふ、理屈っぽいですね。でも、そういうイルゴ様の考え方は嫌いじゃありません。だろう？だからさ、返事、聞かせてくれよ。もう、他の女の子を口説かない？も前処します。う、ほんと、バカなんだから。そんなあなたを好きな私も相当バカだけど、サロ、ちゃんと大事にしてくださいね。でないと許さないんだから。
リンクの実績がある個体同士を掛け合わせ、血統を固定するのが最も確実です。兄、顔色が優れないようだけど、大丈夫かい？根を詰めすぎているんじゃないかな。ええ、大丈夫よ。レグア、少し考え事をしていただけ。そうだ、気分転換に少し笑える話をしようか。昨日、ミラが騎士団の演習場に乗り込んで、イルボを張り倒したらしいよ。え、ミラが。ああ、イルボにはセアラの訓練を頼んでいたんだが、それをいじめていると勘違いしたみたいでね。ゾロの下でミラに格闘術を習わせたのは少し失敗だったかもしれないな。あんなに過激な子になるとは思わなかったよ。母。本当に困った子ね。冗談はさておき、そろそろあの二人に本当のことを教えようと思うんだ。セアラとミラが本当は兄弟であるということ。今はまだ幼いけれど、このまま何も知らずに育って、もし万が一にも間違いが起きてしまったら、そうなってからでは、あの子たちが一番不幸になる。そうね、いつまでも隠し通せることではないわ。二人には僕から話すよ。心配しないで。ごめんなさい、レグア。気にしないでくれ。これは僕が決めたことだし、僕の責任でもある。二人もきっと分かってくれるさ。それと、レグア。ミラのことでずっと考えていたことがあるの。なんだい？その様子だと、あまりいい話ではなさそうだね。ある意味では、そうね。ミラの結婚相手についてよ。今、なんと言った？サロと結婚したいだと。はい。彼女、俺の妻に迎えたいと考えています。あちこちの娘たちと、ふらふら遊び回っていたかと思えば、女中と結婚だと。いよいよ頭が回らなくなったか、イルゴ。遊びではありません。本気です。兄上。残念だがお前には、共和国の元老院議員から縁談の打診が来ている。有力者の娘をめとることは、公国と共和国の結びつきをより強固にする。わかるか、イルゴ。それは？今まで好きに遊ばせてやった。王家の席に置く対価としての相応の我慢もさせてこなかったはずだ。そろそろお前が背負っている王家の義務とやらを思い出してほしいものだが。俺は本気でサロを愛しています。他のことなら何でもします。ですが、これだけは許してください。ダメだと言ったら、王命として縁談を強制すれば、お前はどうする？サロを連れて、この国を出ます。二度と、公国の地は踏みません。呆れたやつだ。己のわがままで義務を放棄し、家族を裏切り、地位も名誉も、故郷も捨てるというのか。本当に、救いようのない馬鹿だな。申し訳ありません。いいだろう。サロとの結婚を許す。本当にいいんですか？議員には俺から断っておく。弟は手に負えない野放で、すでに別の女に骨抜きにされている。とな。ありがとうございます。兄上。イルゴ。はい。サロを幸せにしてやれ。お前が捨てようとしたものすべてに見合うだけの価値がある女性なんだろう。はい。必ず。まったく、困った弟だ。入れ。レグアか、どうした？こんな時間に。夜分に失礼いたします。巫女様より、ことづけを預かってまいりました。聞こう。次期巫女候補、ミラの結婚についてです。今日は結婚話が多いな。
お呼びでしょうか、巫女様。忙しい時間に呼び立ててしまって、ごめんなさい、ゾロ。いえ、とんでもございません。どうか、少しだけ肩の力を抜いて。今日は、あなたにお願いがあるの。お願い、ですか？へえ。ゾロ。今、あなたにお付き合いしている人はいるかしら？いえ、そのような相手はおりません。では、いつか、この人と添い遂げたいと、心に決めた人などは？いません。ね。あなたに、ミラの夫になってほしいの。ミラ様、ですか？へえ。ミラ様は、まだ10歳。ようやく私の腰の高さまで成長されたばかりの子供です。対して、私はすでに23。あまりに、釣り合いが取れませんが。もちろん、今すぐという話ではないわ。正式な婚姻は、もちろんミラが成人してからよ。今は、婚約という形だけでいいの。それで、今のうちから、親しんでもらって、あなたを将来の夫として、ミラが受け入れられるようにしてもらえればと。それは、無茶を言っている自覚はあるわ。でも、あなたでなければ、ダメなの。アニマツリーの声を聞くことのできる血統を、この先もつなぐためには、ゾロ、あなたしかいないの。やはり、無理、かしら。正直に申し上げれば、困惑しております。年齢差もそうでした。そもそも私は、誰かを慈しみたいと願ったことすらありません。そんな自分が、皆様にふさわしいとも思えません。それでも、お願いしたいの、どうか。お願い、ではなく、巫女様のご命令であるというのなら、謹んでお引き受けいたします。ゾロ。皆様には、生涯をかけ、夫として誠実にお仕えすることを誓います。ありがとう。本当に、ごめんなさい。謝らないでください。巫女様がそれを言い出すまでにどれだけ悩まれたかくらい、私にもわかります。